お元気ですか？スタジオ羽です。本日は生物画における構図を共に勉強できればなと思います。生物画は外に出て描く風景画よりも、モデルにポーズをお願いする人物画よりも手軽にできる対象です。ですがその反面、モチーフ、並べ方、ものすごく考える対象でもあります。今回はこの生物画の構図を3つの切り口で勉強したいと思います。1つ目は生物画でよく使う構図を紹介したいと思います。その次にモチーフを実際に組む場合の注意。そして3つ目に画面における効果、未来と過去、近いと遠いを伝えれたらなと思います。はい、できました。生物画の構図、ちょっと簡単にまとめさせていただきました。この前に組み合わせによる活用構図選択表というのを作りました。2分割構図、3分割構図、4分割構図、黄金分割構図と日の丸構図、視点誘導構図、トンネル構図、消失点、シンメトリー、三角構図、黄金比率、対角線構図。これらをどう組み合わせるかで構図は作りましょうという話でしたね。今回生物画において3つ簡単に紹介できたらなと思います。一つ目、日の丸構図です。日の丸構図は、左側に用意した日の丸構図、二分割構図を使って、モチーフは一つにしました。右側にあるのが、日の丸三分割、モチーフ三つです。どちらにしても画面の真ん中にしっかりと対象物を据えることが基本となります。落ち着いた画面ができるのと、一つのその対象物をしっかり見つめて描くことができます。続いて三角構図です。三分割構図を用いて交点になるところにモチーフ、対象のポイントとなる部分を持っていきました。この三角形が不等辺の三角形になると動きのある組み方になります。画面の端、どれぐらい隙間が空けるのか。額に入れる場合であれば2センチぐらいは空けておいた方が収まりがいいかなと思います。はみ出すときは思いっきりはみ出してみてください。右側が三角構図と4分割構図、そしてモチーフを5つ以上並べてみました。三角形が二等辺三角形ないし正三角形になれば静かな画面になります。モチーフが多くとも少なくともモチーフの数でなく一つの塊として捉えるのがこの生物画のポイントとなります。3つ目。視点誘導構図、ジグザグ構図とも言えます。左側が黄金分割構図を使ってモチーフを5個以上並べました。対角線に90度に交わる線を使って作る黄金分割構図。こちらの方を使うことでモチーフにある一定の流れを作ることができます。右側が黄金比率。これは僕が描いた長方形が黄金比率になりづらい形だったので、なんとなくですが、モチーフを追い目に並べて、リンゴがその黄金比率の渦の真ん中に来るようにしております。リンゴが主体になる並べ方だと思います。次にせっかくなので、有名な絵を対象にして、この構図、いろいろ分析できたらなと思います。こちらの絵は山3つ。この3つを4分割構図の中に取り入れることで、形に関しては落ち着いた感じになりますが、明暗差は激しく画面を動かしております。続いて、果物が並んだこの絵は、二等辺三角形の安定した構図を三分割構図を用いて描かれております。果物一つ一つの向きが微妙に変えてあって、ナイフで切られて断面が見えている果物がポイントとなっています。こちらの絵はとても複雑です。対角線構図から視点誘導、ジグザグ構図、そして大きな右上がりのエネルギーを画面に落とし込んでおります。次の絵も同じ作家となりますが、同じく対角線構図から作られます。モチーフというのは印象につながります。少し時間が経った果物や骸骨などのモチーフはお別れをイメージさせるモチーフとなり、よく名画で見かけるひまわりの絵は元気、憂鬱、憧れなど描き方によって様々な意味を含むことができます。皆さんも旅行に行かれた際に
あ、これはモチーフに使えるかな、などと買い足していくととても面白いと思います。ちなみに僕は絵画教室を行っているので、モチーフだらけです。次に、モチーフの組み方を一緒に勉強してみましょう。実際に家にあるものを並べてみてください。まず先ほどのお話にあった通り、モチーフを1つ据える、2つ据える、3つ据える。これらを横並びにすると静かな絵になります。モチーフを2つ並べる場合、ここにイメージが生まれます。今向けたスプレー缶、霧吹きですね。こちらの方、背中を向けると喧嘩してるように見えます。お互いを向きを合わせてあげると顔を見合わせてるように思いませんか？このようにモチーフには顔に感じる向きがあります。あまり直接前に向いているとおかしいので、一つは見ていて、もう一つはそっぽ向いてる感じにすると、なんだか物語を感じませんか？これはモチーフ2つの場合、今度は3つの場合。3つの場合、さっきのお話の三角形にどのようにするか。離すと二等辺三角形になったり、不等辺三角形になったりします。これらをいい感じの三角形に画面の中で収まるようにいろいろ移動させて様子を伺います。一つにまとめて日の丸構図のようにしようと思っても、なかなかモチーフの高さが同じぐらいだったらいい感じに見えません。高いモチーフ、低いモチーフがあってこその日の丸になると思います。複数の場合。また、子供靴なんですけれども、向きによって違います。右を向ける場合、左を向ける場合。これは後に動画の後半でお話できたらなと思います。次、複数のモチーフを組んでいきましょう。左上がりの画面のイメージと、左下から右に上がっていくエネルギー。こちらをクロスすることによって画面の中心にエネルギーを持っていくことができます。そこに子供靴などを持っていくと、靴に焦点が集まりやすく、視点誘導構図が成立しやすくなります。また画面からのはみ出方があまりにもうるさすぎると、画面からエネルギーが流れ出してしまうので気をつけてみてください。さてもう一度、今度は平行にストライプの布を置かせていただいて、そこにワイングラスに花。今ちょうど成果がなかったのでドライフラワーを乗せてみました。そしてじゃがいもを横に据えてみました。すると画面の真ん中がやけに寂しくなってしまいます。これは画面の真ん中にある対象が絵のエネルギーを保つことができない部分だからです。透明のガラスと茎の終わりの部分ですよね。これだと絵は持たないんですね。据えたじゃがいもまでエネルギーが届かなくなってしまいます。この場合気をつけてみてください。画面の真ん中が自分の描きたい対象になっているかどうか。面白くない部分が来ていると描いていっても必ず失敗します。それでもなお悪あがきのようにたくさんのモチーフを並べたら場が持つんじゃないだろうかと思うんですけれども、どれだけ置いても画面の真ん中がすっぽ抜けていってしまうとどうにもなりません。その場合はもう一度一生懸命組み直して主役になるものを一つ据えて、そちらに黄金比率構図などを当てはめて画面を作っていきましょう。やはり構図というのはとても大切になってくると思うので、対象物でいろいろ練習してみてください。この左側が未来、右が過去、下が近い、上が遠いを表します。これをね、じゃあ実際絵の中でね、表した時にテーブルがあります。どっちがいいと思う？影の位置を取ってすなわち今考えているのは、この空き空間の状況によって変わるかもしれない。どっちやったらどう使いたいかな。問題としてはどっちがいいとも言い切れへんようなことなんだけれども、どっちをどのように使うか。こっちがやはり
過去で、こっちが今現在っていう感じで、ウェイターみたいなやつとかが、これな、逆にしたらおかしくなるやろ。おかしになります。右から読んで未来に行くから、この過去と未来って漫画描いてる人の方が常に感覚的にあるものなんです。もう一度提唱すると、近いテーブルがあって遠い奥にすると物語がしっかりとした絵ができそうな感じがします。不思議よね、人間ってこの動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルは奈良にある絵画専門空間スタジオ&ギャラリー羽が母体となって配信しております。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう学びたい分野別の再生リストを作成しておりますのでご活用いただければ幸いです。初心者の方は再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。また、絵を学びたいけど近くに教室がない、できれば家で学びたいという方に向けてYouTube メンバーシップも配信しております。教室で行っている人物、風景などのデモンストレーションや基礎からより深掘った内容の授業をメンバーシップ動画として配信しておりますので、さらなる学びにご興味のある方はぜひご活用ください。私と一緒に素敵なアートライフを楽しみましょう。しっぽ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 はた